こんにちは。ミルキーウェイチャンネルです。ミルキーとウェイでミルキーウェイ。この番組はミルキーとウェイと時々光からのメッセージを通して提供されております。今回は記念すべき第10回目の放送ですので、ミルキーさんがおろす光にゲストとして来てもらってます。ミルキーさんのつながる光に私ウェイが質問する形でお送りしたいと思います。では、ミルキーさん、準備は良いですか？はい、今から光とつながります。この空間が愛と英知で包まれますように。今最も高い光のところからクリアなメッセージをここにいただきます。はい。では最初の質問なんですが、闇の存在というか、光の障害になるような存在が、なぜこの世には存在しているのか、という質問です。まず、闇というもの、この世に存在するすべてのものは、必然として起きてくるもので、それが悪いとかいいとかいう、そういうものは本当のところはない。すべてが、神のもとに存在するもの。ただ、それが、そのエネルギーに触れることによって落ち込んだり、そういったあまりいい状態にならないっていう、そういうことから闇と光っていう風に分けることはできます。光があるところには必ず闇がある。光が強ければ強いほど闇も濃く映し出されるもの。常に対になっているから、本来はその2つは切り離されるべきものではなかった。ただ、お互いが交わることができない存在のため、どんどん最初はかなり近いところにあったものがどんどん離れていく。そういった結果になり、闇はどんどん闇になり、光はどんどん光へと進んでいった。この世ができてからお互いが成長した結果が、そういう闇と光という二つに分かれた状態になった。向いてる先が違うから、この後も交わることはない。離れていくのみ。特にこの時代、風の時代って言われてる時代に、それはもっとはっきりとしてくる。その中間地点にいたものがどちらかに移動して闇と光がはっきりと分かれる。でも大きなところで元は一つのものであった。その二つが成長した存在、成長したのが光と闇とくっきり分かれる存在となった。お互いに障害干渉しているわけではないけど、闇は闇に染めるし、光は光に染めることができるので、それで光が闇を感じた時には闇が障害に感じる。その反対で闇が光を感じた時には、その光が眩しすぎて障害に感じる。お互いにそういう関係なのが光と闇。では、闇を近づけないようにするためには、どういうふうにすればいいんですか？近づけないというより、自分が近づかないだけ。闇はもうそこに存在するから、それを排除することはできない。そこに行かないということ。あとは、心を持ってかれないようにする。その場に同時に存在していても、心がそれに闇に引っかからないようにすることが大切。はい。おそらくリスナーの人とかにも、職場とかでそういう人が上司とかになったりすることがあると思うんですよね。そういった時はできるだけ関わらないようにというか、そういう風にすればいいってことですよね。関わらないといけないんですけれども、そういうことですよね。はい。その闇が自分の闇じゃないことをはっきり認識すれば、その闇に巻き込まれることはないはず。自分の中に入ろうとしてくる闇がいたら、
それは私のものではないってはっきり自分の心の中で自分に言い聞かせるといいです。はい。で、その闇のエネルギーは全部闇の存在に返してあげる。自分の中に入ってこないようにすることが大切。はい。では次に移りましょう。生き量ってありますよね。私の方に生き量が飛んできたことがあるんですけども、そういったものに取り憑かれないようにするには、どういったことができるんでしょうか。生き量に絡まれやすい人がいると言ったらおかしいんですけど、体質っていうんでしょうか。性格とかとはまた違うもので、生き量に霊的な体質っていうんですか。生き量がつきやすい人もいる。そういう場合は、熱い湯船に入ること。それも一つの手。はい。水、水は、やっぱりそういう霊的なものを清めます。はい。なので、その日本人の、そのお風呂に入るという行為、それは、とても大切な文化になります。外国にはそういった習慣がないところもありますが、体をそのまま、本当に肩まで使って水に浸かる。それは、ただ単に体の疲れを癒すだけではなくて、そういった余分な、外でついてきたいろいろな人のエネルギーみたいな気のようなものも落とすっていう、そういうことにもつながります。中には、お酒を入れて、少し入れて、清水のようにしてみたり、あと、塩を入れて、そのお水を清めたりする、そういう方もいますが、普通のお水っていうんですか、お湯だけでも十分にその効果を発揮します。そのお水っていうんですか、お風呂のお湯に使ってください。ってことは、悪霊みたいなものとか、自爆霊とかにも、お風呂っていうのは効果があるってことですか？少し、効果、悪霊やそういった、この世に肉体を持たないものに関してはまた少し違うんですが、全く効果がないわけではないです。ただそういったものに関しては、もう少し違う方法がいいかと思います。成仏させる方がいいと思います。はい。生き量の場合は、成仏とかそういうのないです。またそれがちょっと対処の仕方が違います。今私のところに来ている、メッセージでは、そういったもうこの世に存在しないものに関しては、何ですか、お寺の方がいいと思います。で、なんかお経じゃないんですけど、お経、なんかそういった、なんか口でその唱える、ね、念仏じゃないんですけど、お経だけじゃないですよね。あと、なんかそういった、呪文ですか、なんか唱えて、払ってくれる、そういうところでも、そういう呪文でもいいです。そっちの方が、もっと効きます。はい。成仏させてしまうっていうことになりますので。でも、お湯に浸かってももちろん多少の効果はあります。ただ根本的にどうにかするには、そういった念を唱えた方がいいと思います。では次の質問ですが、天国と地獄って存在するのでしょうか？昔の絵などに描かれているような、ああいった形での天国地獄っていうのは存在しないわけではないです。どういったタイプの存在がそこに集まるかによって、それは天国地獄で分かれてくると言えます。美しい光がいっぱい集まってるところは、そういうところを天国って多分言って、例えば昔のその絵とかもそういう書かれているんだと思います。で、その反対に闇を持った、生命体っていうんですか、存在がいっぱい集まるところ、そこを多分
その昔から地獄で呼んでいるんだと思います。でもそこに行くのは自分自身で決めていきます。自分に近いもののところに進んでいくので、自分の心がクリアで執着を何も持たないで進めば、体も軽くなるので天国にそのまま行きますし、いろいろなものにこだわりを持って執着を持ったままですと重くなっていくので、どんどん沈んでいきます。残念ながら天国地獄はそういった意味ではあるっていうことになります。前回言ってた意識の集合体みたいなところが光に近い心のふるさとっていうふうに言っていましたが、そういうのが天国であって、それと真逆というか、そういうものが集まった場所みたいのが地獄っていうふうに捉えれたらいいっていうことでしょうか。そうですね。ただ闇に落ちてしまっている人が向かっていく先が地獄になるので、自分からそちらの方に進んでいるっていうそういう感覚になってしまうのですが、そういう人も何かのきっかけで執着やら念が取れれば、そのまま地獄から天国に上がっていくことができると思います。では次ですけども、ご自宅の家の周りですね、に神社やお寺があると何か問題というか支障はあるのですかという質問です。どうでしょうか。2つの意味が考えられます。一つは、この神社やお寺が建てられたということは、その神社やお寺が建てられる前からそこに強い磁場というんですか、エネルギーっていうんですか、そういったものが走っているということです。この地球の中にはそういったスポット、エナジースポットっていうんですかがいくつかあって、人間でいうとツボですか、体のツボみたいな、この地球のこの星にもそのツボみたいなところがあるので、この神社やお寺が建てられた場所っていうのは大抵はそういった強いエネルギーの流れがある場所に立ってることが多いです。なので、もしそれが神社やお寺があってもなくても、そこの強いその磁場を持った場所に家が建っているっていうこと自体でそういった影響は受けます。あとはそうですね、そこに神社やお寺が建っていると、その神社の神様の質っていうんですかと、あとお寺の持っている質、それぞれが違う性質を持っているので、一軒一軒の神社やお寺がそれぞれ違う性質を持っているので、それが強く影響する、そういうこともあります。あまり近すぎるのも良くないかもしれないんですけど、そのお互いに違う性質のものが触れ合ってしまうので、ただある程度の感覚があればいいと思います。ただそこにやっぱり家とかがあると、ちょっと心霊現象が起こりやすい、そういうことはあります。もともと磁場が強いところはそういった現象が起こりやすいですし、あと神社やお寺にそういったものが集まる、そういうこともありますので。はい。では次ですけども、お盆ですけど、お盆に本当にご先祖様とかが帰ってくるのでしょうかという質問です。本当はお盆じゃなくても先祖は帰ってきてます。ただ一つの区切りとしてお盆ということを使ってます。お盆という儀式ですか、儀式を使っています。ご先祖様から見ればいつも行き来して必要な時には帰ってきて、この時期だから来てこの時期だからいないっていう、そういうことはないです。ただ私たち日常生活を送っているものの中ではやはりその生活が忙しくて、そういった亡くなられた先祖のことまで毎日考えて生活する、忙しい時とかはちょっと忘れがちになったりとかしやすいということで、その時期を
決めてます。お盆という時期を決めてます。まあちょっと違うのかもしれませんが、例えば日頃一緒に住んでいないけど連絡を取り合ったり行き来がある親戚や家族がいたとします。で、お正月になったらちゃんとそのみんなで会う、そういった形に近いものだと思います。それが亡くなられた先祖と生きている皆さんの関係がちょうどそのお盆で年に一度ちゃんと気にかけているという、それで生きている人にとってはちゃんと先祖のことを振り返る時期になり、認識できるということですね。そういった時には何か先祖が好きなものをお供えしてあげるとすごく喜ばれるので、ぜひ亡くなったご家族が好きなものを備えてお盆を迎えてください。で、そのお供え物をした後って、そのお供え物ってどうすればいいんですか？食べていいんですよ。一緒に食べるっていうことになりますので、きっと先祖の方も喜ばれると思います。一人で食べるよりもみんなと一緒に食べた方がもちろん楽しいので。じゃあ団子3本お供えするとするじゃないですか。はい。で、その後にその3本全部食べちゃっていいんですか？いいです。はい。ああ、はい。一定期間お供えして、そうです。だからその次の日とかに。そうです。みたいな。あんまり早く下げないように、ちゃんと食べる期間そうを持ってあげてください。はい、2日ぐらい置いて、で、やった、そのぐらいですよね、多分ね。2日もいらないかもしれないですね。1一日で日でいいと大丈夫ですか？思います。はい。一晩それあれば大丈夫ですと思います。わかりました。非常に有意義な情報ですね、それは。はい。心に留めておきます、私も。はい。はい。じゃあ、その他に何か今日、光の方から何か言いたいこととかありましたら、どうぞ。何かありますか？皆様が今年素晴らしい年を迎えられますようにとのことです。はい。わかりました。ということで、記念すべき第10回の放送でした。この雑談が面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、ミルキーさんがつながる光の方にご質問などございましたら、ご遠慮なくコメント欄の方へよろしくお願いします。皆さんに幸福が訪れますように。また来週。